一日のほとんどを座って過ごしていますか？朝起きて少し体を動かし、食事の後に再び座り、テレビを見たりスマホを操作したりして、座る時間が長くなっている方が多いです。しかし、このような長時間の座り癖によって、体が送るサインを見逃しているケースは意外と多いのです。特に中高年以降では、同じ姿勢を長時間維持するだけでも体のバランスが徐々に崩れていくことがあります。最初は腰が重く感じたり、足がたるい程度から始まりますが、時間が経つにつれて、以前とは異なる不快感が繰り返されるようになります。多くの方は年齢のせいだと思い込み、放置してしまいがちです。しかし、体はすでに明確なサインを送っている可能性があります。単なる疲労とは異なる変化が始まっていることを意味している場合もあるのです。今日は、座っている時間が長くなると体でどのような変化が始まるのか、そして見逃してはいけない理由を一つずつ丁寧に解説します。多くの方は一日を振り返ると、思っている以上に座っている時間が長いことに気づきます。食事の時間、休憩、テレビ視聴、スマホ使用まで、ほとんどの活動が座った姿勢で行われる場合が多いのです。問題は、この時間が少しずつ増えても、自分ではあまり不快感を感じないことです。最初は単なる疲労のように感じます。腰が重く感じたり、臀部がこわばったり、足がしびれるように感じることもあります。しかし、こうした症状が繰り返され始めると、体の循環や筋肉のバランスが少しずつ乱れているサインである可能性があります。特に、長時間座った後に立ち上がると体が固まったように感じる場合は、すでに変化が始まっている可能性があります。さらに重要なのは、こうした変化はゆっくりと進行するということです。突然大きな痛みや不快感が出るわけではないため、多くの方は見過ごしてしまいがちです。しかし、小さな不快感が繰り返され積み重なると、ある時点で日常生活に影響を与えることがあります。今感じている軽いサインが単なる疲労なのか、体が送る変化の始まりなのかを見極めることが重要です。座っている時間が長くなると体に起こる変化は一つではありません。ほとんどは非常に小さな変化から始まり、徐々に連鎖的に影響を与えます。最初は単に動きが減るだけのように見えますが、実際には筋肉や血液循環、姿勢まで同時に影響を受けることになります。長時間座ると、足の筋肉はほとんど使われなくなります。すると、血液が下肢に滞留する時間が長くなり、自然に循環が遅くなることがあります。同時に、腰や臀部周りの筋肉は押された状態が続き、徐々に緊張し固まっていきます。この状態が繰り返されると、体は座っている姿勢になれ、逆に動きには鈍感になってしまいます。この過程で重要なのは、体のバランスが少しずつ変化するということです。腰は前に丸まり、肩は内側に巻き込まれ、重心が片側に偏ることも多くあります。こうした流れが変わると、単なる疲労を超えて特定の部位に負担が集中し始めます。そのため、同じ時間座っていても、ある人は平気でも、ある人は常に不快感を感じるという差が生まれます。最初に確認すべき原因は、筋肉の使用量の減少です。人の筋肉は動くときに最もよく機能します。しかし、
長時間座ると、特に足や臀部の筋肉はほとんど使われなくなります。表面上はリラックスしているように見えますが、実際には体の重要な機能が徐々に低下している状態かもしれません。この状態が続くと、筋力は徐々に弱まっていきます。特に太ももや臀部の筋肉は体を支える重要な役割を持っているため、この部分が弱まると、姿勢を正す力も低下します。そのため、長時間座った後に立ち上がると力が足りないと感じたり、バランスが一瞬崩れることがあります。また、筋肉が減ると関節への負担が相対的に大きくなることもあります。本来、筋肉が衝撃を分散させる役割を果たすのですが、その機能が弱まると、膝や腰などの部位に直接的な影響が出やすくなります。そのため、ただ座っていただけなのにある時点から腰や膝がより簡単に不快に感じられる変化が現れるのです。次に重要な原因は、血液循環の変化です。血液は体の動きに合わせて自然に流れます。特に足の筋肉が収縮と弛緩を繰り返すことで、血液を髪型に押し上げる役割があります。しかし、長時間座るとこのプロセスが十分に行われないことがあります。長時間座ると、血液が足に滞留する時間が長くなります。その結果、足が重く感じたり、しびれが繰り返されることがあります。中には、靴下の跡がいつもより深く残ったり、夕方になると足や足首がむくむ変化を感じる方もいます。こうした変化は単なる疲労のように見えますが、循環がスムーズではないサインの可能性があります。また、同じ姿勢を長時間維持すると、血管周囲の圧迫も増加します。特に椅子に長く座っていると、臀部や太もも裏が押され、血流が自然に妨げられることがあります。この状態が繰り返されると、体は徐々に循環の遅さに慣れ、わずかな動きでも疲れやすくなる悪循環が生まれます。では、どこまでが単なる不快感で、いつから注意すべきサインなのでしょうか。この判断が重要な理由は、ほとんどの変化がゆっくり進行するためです。突然大きな問題が起きるのではなく、小さなサインが繰り返され、徐々に顕著になっていくことが多いのです。比較的軽い場合は、一定時間座った後に立ち上がると腰がこわばる程度で、少し体を動かせばすぐに楽になります。この場合は、一時的な筋肉の緊張や姿勢の問題である可能性が高いです。しかし、同じ不快感が繰り返される頻度が増えたり、体を動かしても改善されない場合は、さらに注意してチェックする必要があります。特に、足のしびれが長く続いたり、むくみが頻繁に起きる場合は注意が必要です。また、腰や臀部の痛みが徐々に片側に偏ったり、姿勢を変えても楽にならない場合は、単なる疲労とは異なる流れである可能性があります。こうしたサインは、体がすでにバランスの変化を経験していることを示しているため、今の段階で区別し、管理することが重要です。では、長時間座る場合、まず何を変えるべきでしょうか。多くの方は大きな運動を始める必要があると思いがちですが、実際には非常に小さな習慣から変える方が重要です。体は急激な変化よりも、繰り返される小さな動きに早く反応するためです。基本となるのは、一定時間ごとに姿勢を変えることです。
長時間座っていた場合は、30分から1時間ごとに一度立ち上がり、軽く体を動かすことが望ましいです。運動である必要はありません。少し立って腰を伸ばしたり、足をゆっくり動かすだけでも、固まった筋肉や循環に効果があります。また、座っている姿勢自体を見直すことも大切です。腰を角に丸めたり、片側に傾いた姿勢を長時間続けると、特定の部位に負担がかかりやすくなります。可能であれば腰をまっすぐに立て、足裏が床に快適に接する姿勢を保つことが望ましいです。こうした小さな変化を積み重ねることで、体の負担を減らし、不快感の繰り返しを予防することができます。座る時間が長くなることは、誰にとっても自然なことです。しかし、その時間が繰り返されることで、体に小さな変化が蓄積し始めることを覚えておくことが重要です。腰のこわばりや足の重さ、立ち上がる時の不快感などのサインは見過ごすこともできますが、実際には体が送る非常に基本的な変化の始まりである場合があります。重要なのは、これらのサインを過度に心配するのではなく、まず自分の状態を一度確認することです。今日一日を振り返り、どれだけ座っていたか、途中でどれだけ動いたかを確認するだけでも十分なスタートになります。体は非常に小さな変化にも反応するため、今から少しずつ動きを増やすことが効果的です。結局、健康は特別な方法よりも、繰り返される習慣から作られます。座る時間を減らし、途中で体をほぐす習慣を身につければ、今感じている不快感も徐々に改善されるでしょう。今日からは、単に座っている時間だけでなく、その間にどのように体を動かしたかを意識してみてください。もし役に立ったと思ったら、チャンネル登録といいねで応援してください。また、この内容が必要な方にもぜひ共有してみてください。